にちは、メイです。今回はシトロン島シーズン2の更地から完成までの総集編です。長時間になるので作業のお供などにぜひご利用ください。チャンネル登録はまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。シトロン島のエントランスからはギリギリ見えないくらいの位置に案内所が右奥に見えますね。シトロン島の地形は南河口2つに細長岬、エントランスから横7マス、縦18マスのところに案内所があります。更地になっていないところもありますが通常運転ですね。今回も元気よく島クリエイトをしていきます。最初に木のマイデザインを敷いていきます。おや、これはオランジ島と同じですねと編集しながら気がつきました。横に水路のマイデザインを敷いていきます。オランジ島の時に作った海のマイデザインを街にも馴染むように作ったマイデザインです。草のマイデザインはお借りしています。水路をどうせ描くならオランジ島の海と互換性があった方が便利よねと思ってオランジ島の海を引っ張ってきました。同じ海水を使っています。水路がテーマなのでボートもあった方が雰囲気出るよねということでボートも描いています。猫サイズなのでそれ以上の体をお持ちの方は危ない仕様となっています。もちろん私は乗れません。新しい道路は前に描いた雑草の入る道路を細かく整えたものです。街に馴染むようにまっすぐ、白線も細めにしてスタイリッシュを目指し、色やサイドを控えることで何でも馴染みやすい道路にしました。何でもかんでも草を生やすことをなりわいにしているので、もちろん今回も草付きの道路です。草を生やすのはやめられませんね。ずっと水のマイデザインにハマっているのですが、昔に比べてかなりうまく描けるようになってきました。昔のはこんな感じ。自分で言うのもあれですが、描き続けるうちにうまくなっていくものなんですね。この木も自作のマイデザインです。サイドも明るさも抑えめにして何でも馴染むように。今回セットで描いたレンガのマイデザインもグレーが基調なので結構シックな感じになりがちです。なので道路の間に草を挟みます。ボートは縦向きのものも描きました。オールがあるので座るには不便ですね。こんな感じに敷けました。今回は草地にぬいぐるみを召喚します。ぬいぐるみとはパッチのことですね。ここから2段目を作っていきます。マイデザインに沿って崖を作っていきます。実はシトロン島で段差を作るのは初めてですね。案内所まで18マスあるので思い切って崖を作って案内所まで遠回りさせる作戦ですね。案内所前は少し試してみたいことがあるので今回はかなり計画的な崖作りに及んでいます。マップの一区画縦横16マスだという有益な情報を仕入れたのでかなりはかどりましたね。4年間も知らずに島作りをしていました。ちなみに崖上には自宅を設置する予定です。飛行場から近ければ近いほどいいという極論の持ち主です。そして今回は初めてご近所さんも来るので暮らし始めるのが楽しみですね。いつも飛行場の近くの土地を占領していたので土地を分け与えるのは初めての経験です。中央を囲うように崖ができました。シトロン島初の階段を設置していきます。ぬいぐるみがやってきました。パッチの家周りのマイデザインを拡張していきます。今回の島全体のモデルはオランダのヒートホールンです。水路がメインで使われている村でおとぎ話のような綺麗な場所なのだそう。もちろん行ったこともなければ行けないので Google ストリートビューで練り歩きました。マイスイートホームを引っ越しさせます。引っ越し完了です。2段目にマイデザインを貼っていきます。海外の家は芝生があることが多いイメージなので家の周りは草を生やしていきます。橋はウッドデッキ風にして崖ギリギリを楽しみます。
斜めのところは道路とレンガのセットのマイデザインです。斜めにしなくても粘土の角を使えばマイデザインの数を少なく節約もできます。ちなみにこの道路は以前に描いた雑草の入る道路の白線がついていないものと互換性はあったりなかったりします。組み合わせ次第なので何とも言えませんね。足りなかった崖を拡張していきます。見つめられて緊張しますね。続きのマイデザインを敷いていきます。今回は白線がかなり細めプラス割と端にあるということで、道路幅3マスでもあまり違和感がないような気がします。自宅の周りはこんな感じで敷けました。右奥は後で制圧していきます。その前に滝を作って水部分を付け足します。滝の流れに逆らいながらボートを漕ぐだけのスペースになりました。滝修行ですね。そろそろ飾り付けます。草と水の間が不自然なので石壁で隠していきます。今回は町にしたいので西部の町並みで崖を隠していきます。水の境目は丸太の杭で隠します。これは滝修行の記録表ですね。記録保持者の名前が書いてあります。いつでもタンパク質摂取できるようにデコイを置いて、いつでもキノコを食べられるようにしておきます。こちらは滝修行順番待ち用のベンチですね。ボートのポスターも自作のマイデザインです。1段目の飾り付けが大体終わったので2段目に行きます。自宅周りは毎回おなじみで豪華にしていきたい気持ちです。ウッドデッキは家から出られるような感じをイメージしています。実際に横から外に出ようとしたら壁をぶち破るしかないんですけどね。家とマイデザインの隙間を埋めるために家具を置いて隠します。今回初めて階段を設置したのですが、住民たちからは生活の質が上がるとの声をいただいております。今までなくてごめんねという気持ちです。自宅の右側を作っていきます。道路をしっかりと拡張していきます。道路の端にレンガを敷くことで道路に少しだけ立体感が出るようにしています。最近マイデザインを描くときはしっかりと影をつけることにハマっています。そしてじわっとぼかす感じですね。想像となんか違った場所は撤去。広葉樹 L を植えていきます。今回の島は広葉樹多めになるかななんて思っています。前のシーズンは 95% 針葉樹だったのでストックはほぼありません。更地にするときみんな木は処分しちゃっているのかなと毎回悩みますね。今シーズンもお世話になります麦畑。便利なアイテムですね。街っぽくなるよう軽自動車を置いていきます。2段目の完成です。残りの2段目は次の動画で上げていく予定です。最後に写真に写ってしまう更地部分も仕上げていきます。水路は角パーツも作ったので曲がらせることもできます。これからどんな風に曲がりくねらしていこうか楽しみですね。ボートに傘を置くと可愛いなと思ったのですが、もう少しボートに修正が必要ですね。これでエントランスの完成です。今回はここから見える範囲を作っていきます。ちょうど案内所の左側ですね。マップで言うとこの辺りを今回クリエイトしていきます。ちょうど一区画分ですね。安全第一、ヘルメットを装着します。案内所の左側から攻めていきます。案内所へ行けるよう一部間を空けておきます。最近はようやくマス数を数えてからレイアウトするという術を学んだので、案内所から攻めています。今回は道6マス、運が4マス、道6マスの順で敷いていきます。道路幅だけシンメトリーにしていきます。あくまで幅なので敷くデザインまでは統一しません。こだわりすぎると私が崩壊するので頑張りすぎないようにしています。道路はレンガで周りを囲うとより立体感が出るようにしています。こちらの道路のマイデザインは公開済みです。もしお気に召しましたらぜひお使いください。マイデザインの詳細はコミュニティまたは私の SNS で確認できますので、まだフォローしてないよって方はぜひフォローをしてくださいね。草のマイデザインはお借りしています。水路のマイデザインは調整中です。横幅が4マスになるようにしていきます。
今回も川を掘ることはあるのだろうかと疑問に思いながら水の舞デザインを一生懸命敷いています。川がないので住民たちには海の魚で頑張ってもらうしかないですね。ウッドデッキを敷いていきます。川床ですね。京都とかでよくあるやつの洋風バージョン。洋風バージョンの名前は定かではありませんね。レンガ部分は3マス、その他3マスで合計横幅6マスになるように仕上げていきます。店の入り口になる場所はレンガを伸ばしておきます。あとは草をたーんと敷き詰めます。椅子を置く場所は飛び石にしておきます。ボートの登場です。前回よりほんの少し修正を加えています。本人にしかわからないレベルですね。こんな感じで敷けました。マイデザインが敷けたので、あとはもう半分っていうとこですね。次は左側に崖を作っていきます。マイデザインに沿って崖を作っていきます。街なのでまっすぐな道が多くなるかなとか思っていますが、複雑な地形の街づくりの方がしたいですね。そもそも街づくりをほとんどしたことがないあつ森人生なので、複雑な地形とはとなっています。今までほぼ作ったことがないので気持ちだけ大きく持っていつかできると信じて生きています。ここの崖は後で拡張すると思うのですが、今回は時短のために必要最低限の崖を作っています。今日のクリエイトのことしか考えていないので、後のことは全く考えていません。いつも通りですね。縦長の崖は3マス程度作っていきます。ここから左側は何を作ろうか結構悩んでいます。必要最低限の崖ができました。マイデザインを貼り付けていきます。崖の一番端は草のマイデザイン、その横は木のマイデザイン。ベランダに草を生やしている風な感じにしたいので、この組み合わせになっています。足りない崖を補充してマイデザインを貼っていきます。これで全てのマイデザインが貼れたので、ついに飾り付けをしていきます。中世の街並みを飾って街っぽさマシマシにしていきます。同じ色だとまとまりすぎるので、乱雑な感じを出すために色を変えて配置していきます。お隣さんと被らないよう配慮しています。草地の部分は草系や洗濯物なんかも晒していきます。あまり良くないですね。公園の時計を使って壁から時計が出ている風にしたかったのですが、ちょっと浮いているので後で色を変えておきます。2段目ができたので1段目を飾っていきます。1段目は西部の街並みをいろんな色で飾っていきます。途中で石造りのキッチンを混ぜたり変化を加えます。屋根の形が可愛いんですよね。僕は白でまとめる前にいらない部分を削っておきます。白い部分はケーキ屋という設定です。こんな感じになりました。まだお店っぽくないですね。崖が見えているところに階段を設置していきます。16万8000ベルです。ちなみに賑やかそうな街を作ろうと思ったのは、自宅裏を盛り上げたかったからですね。自宅の土地の価値を高める作戦です。ストロンと2個目の階段ができました。飾り付けの続きをしていきます。最近はマイデザイン作りにハマっています。ウッドフェンスに草がついたもの、どうやって修正したらいいのかわからないくらい悩んでいるデザインです。ミルク缶、シマトネリコ、パーテーションポールの組み合わせはかなりお気に入り。川床には少し特別っぽい席を用意していきます。ただ白いだけなんですけどね。ケーキのショーケースを置いてお店の出入り口っぽくシンプルなパネルを立てていきます。すっかり忘れていたメニュー黒板、ケーキ屋だということをアピールしていきます。カウンターチェアを置いてここにまるでテーブルがあるように見せかけますが、斜めから見たらそんな風に見えないことは秘密です。道路の端にパラソル付きテーブルを置いてお店が近くにある風に。ラタン系は外に置いてある椅子としては優秀なので採用。家具がかなりギチッとしてきましたね。通れるか通れないのかどっちなのかと言われたら、パン屋の看板以降通れません。街灯を置くところは石畳を敷きます。ボートをヨットに変更したいので水に沈めます。手すりを川との境目に置いて都会っぽく。量が多くて注文が大変でしたね。これで左側が完成しました。まっすぐ見るとこんな感じ。
処理落ちしそうな家具数です。続きまして案内所側を作ります。案内所側は左側に比べて家具を少なめにします。島と練り子、プラスチックベンチ、街灯がメインです。どこから来たのか謎な車を置いて道路っぽく、石壁を立てて左側と同じように街灯を置いていきます。こちらもまた同じように手すりを置きまくって川に入れなくします。それでも入ってくるのがシトロン島住民です。入ってほしくないなら本物の川を掘ったらいいけど、家具が置けなくなるしという葛藤ですね。案内所裏をちらっとだけ作っていきます。左側とのバランスを取るためにここにも餅っぽいものを作ります。今回分だけ置くように必要最低限の崖。基本的にめんどくさがりなので必要以上なことはできません。こちらの1段目は中線の街並みです。案内所がレンガなのでレンガで合わせた感じですね。こちらをシンプルにすると言いつつ結構家具を置いています。可愛い感じのトンネルを作ります。隙間が気になるのでパーゴラ側に寄せていきます。くっついていた方がなんか可愛い感じです。2段目も作っていきます。何を作るか未定なので適当にマイデザインを敷いていきます。後で変える可能性しかない場所は適当です。色を1段目と変えた理由は手持ち在庫で賄っているからですね。最後に手前の道路に鉄の柵を立てていきます。これで完成です。公園の時計の色を変えていきます。先ほどより馴染みましたね。作る範囲としては南の砂浜から案内所裏まで。マップで言うとこの辺りですね。かなり広い範囲なので覚悟して挑んでいきます。まずは道を拡張していきます。案内所は横12マスなので12マス以上の崖を作ります。2段目を作れば複雑な地形の街になると思っていますが、街づくりは割と初心者なのでまっすぐな崖を作りがちです。街っぽいアイテムを使いこなせるようになりたいと願いを込めて崖作りに挑んでいます。こんな感じになりました。1段目と一体化しててどこに崖があるのか謎ですね。案内所の扉と一直線になるように石の階段を設置していきます。ど真ん中ストレートの位置です。シトロン島3つ目の階段です。ここはアイラ様のお気に入りだそうです。なぜお気に入りなのか教えてほしいですね。ちょっと案内所が騒がしいですが厳かな雰囲気でマイデザインを貼っていきます。石の階段からまっすぐになるように道路を敷いて案内所側は草を生やします。草の手前側はソイルを作っていきます。マイデザインを貼る作業は意外と慎重さが必要ですからね。まっすぐ敷いたつもりでも斜めに貼ってしまったり、他のマイデザインを上書きしてしまったり、酔っ払いの手元並みに手元が危ういですね。今日も本物の川は掘りません。案内所から階段まで3マス、階段から崖まで3マスとなっています。どんどんマイデザインを敷いていきます。前に作った道路と同じ作りで作るので大幅にカットします。狭い道路というか通路なのでシンプルにしています。次はこの道路の南側にマイデザインを敷いていきます。エントランスで作ったぬいぐるみの家周りの右側ですね。こちらは水路を拡張していきます。この場所は何かの入り口とくつろげそうな小さなスペースを作ります。そのための下準備ですね。2段目側はレンガを多めにしています。何かの入り口になるところは草を生やします。水路と草地はうまくつながらないので木を挟んでちょっとでも違和感をなくせるように。隅のパーツをダウンロードしたらいいのですが、手持ちの枠に余裕がない関係でダウンロードできずにいます。水路を挟んでいるので謎の入り口はボートでしか行けない場所風にしています。
なんとかジャンプで飛び越えられそうですけどね。次は案内所の左側に大きめの道路を作っていきます。まずは大きな道路の歩道を作っていきます。歩道はレンガですね。ところどころ開けているのは後で草を生やすためです。グレーすぎて無機質になりがちなので草を入れることでなんかいい感じを狙っています。大きな道路は左から白線、無地、点線、無地、白線の順で敷いています。開けておいたところは横断歩道です。道路の右側も歩道を作っていきます。フートのテントがちら見えしていますが、都会的な雰囲気にどうやって合わせようか悩んでいます。自給自足の生活のフートでいてほしい気持ちがあるので、博物館にはしない予定です。こんな感じで道路が敷けました。ちびっこ住民が道路に飛び出さないか心配なレイアウトです。ようやくした準備が終わったので飾り付けをしていきます。最初は道路の南側、案内所の前、道路の順番でレイアウトしていきます。シンプルなパネルを3枚マイデザインリメイクしたものを飾っていき、その前にお城の門を建てます。謎の入り口ですね。何屋さんでもなく何者でもない場所です。ゼルダの伝説とかだったら最初は何もないけど、ストーリーが進むと重要人物の拠点になったりしますね。ピクニックスペースを作ります。今考えると謎の入り口の前でピクニックとはなんだか落ち着かなさそうですね。母のポットカワーは可愛くてお気に入りです。境目は石壁で隠します。水面にアヒルを泳がしていきます。右側はほぼ未定なので割と適当に、マイデザインと木の間は草を生やして隠します。釣り竿を置いて釣りをしている風に。アヒルが泳ぎに来ましたね。謎の入り口とピクニックスペースの完成。ルイはタモを呼ぶということでナッキーは遊びに来たんでしょうか。案内所の前を作っていきます。前回に続きで柵をつけ、無機質になりがちな場所を少しだけ変えます。花があるような街にしたいので草は欠かせません。道路脇に柵を立てるたび、本物のガードレールが欲しくなってしまいますね。すれ違えない道路を突き進んできた軽自動車。この道路幅ですれ違おうとするのは車を削る覚悟がある方だけですね。案内所前はシンメトリーにしていきます。案内所の作りがほとんど左右対称なので合わせる感じです。既存のものに合わせる、長いものには巻かれる精神です。案内所は改築しようがないので合わせておいた方が無難にまとまりますね。崖はお城の門でカバー。お城の門から滝が出ているようにします。滝に合わせてマイデザインも変えます。案内所前ができたので次は案内所の右側を作っていきます。大きな道路は左右対称だったり同じ要素が繰り返し使われていたりするので、左右で同じような感じになるように家具の塊は統一させます。キューブライトの下側はマイデザインリメイクをして電源を切っています。こちらの大きな道路は車体を削ることなく走れるので快適そうですね。この辺りは左側で作ったものの繰り返しの要素です。完全なる左右対称でもいいのですが、家具を塊ごとずらすのも結構好きですね。2段目の道路の柵と合わせてこちらも鉄の柵です。ちなみにパブリックベンチはバス待ち用です。大きな道路ができました。バス停周り案内所周りとしては優秀ですね。高台から見ると案内所裏がスッカスカなので、最後に後ろ側を少しだけクリエイトします。崖を作ってマイデザインを貼って家具を置く作業をしていきます。案内所の裏はまだ何を作るか未定なのでゆるく作っています。飛行機から見た時案内所の裏もバッチリ映るので悩ましい場所ですね。1段目の中世の街並みが崖から半マス空いているのも気になるし、いろいろと直したい部分だらけですね。ついに島民代表の貯金が100万を切ってしまったので、中世の街並みはオランジェ島の名士からの支援を受けています。そろそろウリちゃんにお世話にならないといけないですね。中世の街並みがぴったりにならないので仕方なしにシンプルなパネルを置いていきます。今後良くなるかは未来の私に任せます。案内所裏が少しだけできてバランスが取れました。シンメトリーが気持ちいいですね。これで全て完成です。
自宅横の1段目から西の海岸まで全部作ります。マップで言うとこの辺りですね。一区画とちょっとと、今回も広めでさらにキャビアの家も改装していきます。最初はエントランスを作成していた時に作った道の拡張から。今回の動画の流れとしては、まず郵便局の外回りを仕上げてから郵便局の内装を作り、また外に戻って郵便局周りを仕上げていきます。島クリエイトのみ見たい方はタイムスタンプから飛んでくださいね。この場所は水路をたっぷりと仕込むので、木で疑似の端っぽくします。道路が浮いていて変な感じがしますが、後で家具のパワーでなんとかします。せっかく水路の前デザインを作ったので、まっすぐだけでなく複雑な形の水路も作っていきます。計算ミスって加工にマイデザインがかぶってしまいましたが、ここまで貼って貼り直すのも面倒なので直しません。今敷いているあたりに郵便局が来る予定です。何千年ぶりかに組木の道を敷いていきます。最後に使ったのはいつだったのか忘れました。割と複雑な感じで水路が敷けて満足しています。さあ次はなんと本物の川を掘っていきます。シーズン2初めての川掘り体験。横幅3マスで作っていきます。釣り大会はミラーがここに群がりそうですね。道路とまっすぐの位置になるように橋を架けます。一番小さいサイズの橋ですね。キャビアちゃんも引っ越しです。ここで朝から晩まで24時間郵便局員をしてもらいます。引っ越し完了です。次は川どこから来た問題を解消するために崖を作ります。過去の私に託された崖の拡張工事です。先ほど作った川のところまで崖を拡張していきます。どこから川来た問題を滝で解決します。湧き水的な感じですかね。郵便局ギリギリのところに滝ができました。今回は崖上はほとんど作らないのでカットします。こんな感じで敷いています。せっかく作りましたが、この道は後で破壊予定です。郵便局周りを飾り付けていきます。正面の崖は西部の街並みなので隠します。違和感のある道路をスチールフェンスで囲えばどうにかなると思いましたが、そうでもありませんね。途中だった岩壁の続きを立てます。赤いスクーターは配達には欠かせません。普段使い用予備念のための3台です。マイクロライブラリーを赤でリメイクしたものを後ろ向きにしています。川と水路のつなぎ目は角で隠します。組木の道部分は大型荷物用の受付場所にしていきます。階段ダンスで疑似の階段を作り、電気を入れる棚的なものをシンプルなパネルで作ります。ここはあまりうまくできなかったので今後改良予定です。手持ちの旗を飾ります。赤ベースに郵便マークを書いただけのやつです。パーテーションポールはシルバーと赤の組み合わせ。この家具の名前2台をいつも忘れます。赤と緑は色の相性が抜群なので、茶色系や中間色も入れるとアンティークな雰囲気になるかなと思います。郵便局周りができました。この角度がお気に入りです。郵便局の上の道の滝が流れているところに橋を架けていきます。1段目の橋と同じ幅の一番小さいサイズの橋ですね。上と下で見た目が揃うと都市計画しているなーっていう気分になります。崖を砂浜ギリギリまで拡張していきます。1マスずらして作ります。崖ができましたが、今回は崖上は作りません。崖下の郵便局の隣を作っていきます。こちら側は川を眺めるだけのスペースとのり巻さんのお家を作っていきます。豪華にする予定はなかったのですが、のり巻さん家は結構豪邸になる予定です。橋から道をつなげていきます。家の裏になる部分にもマイデザインを事前に貼っておきます。家を建ててからじゃないとよくわからないので、この辺りは適当に。郵便局前と同じように橋を作っていきます。ここの水路は本物の川とつながっている風に見せたいのですが、川との境目に草が出てきてしまうので、自然につながっている風は無理がありますね。
中世の街並みを事前に置いておきます。のりまきさん家は中世の街並みと色を合わせています。引っ越しできたので続きのマイデザインを敷いていきます。前のシーズンではのりまきさんはアイスクリーム屋の店長でした。ちなみに我が家でのりまきさんのことをペンペンと呼んでいます。マイデザインが敷けたので飾り付けていきます。行き止まりには温室的な入り口を作ります。シンプルなパネルをマイデザインでメイクしたものを置き、その手前にお城の門を。温室付きの一軒家とは豪華ですね。我が家でペンギンは特別扱いなので、熱盛でもつい特別扱いにしてしまいました。お城の塔を建ててさらに豪邸に。お高いママチャリは敷地内にしまっておきます。倉庫を作って収納にも困りません。のりまきさんはアイス屋からオリーブ屋に転身しています。それでこんなに豪邸になったのかもしれないということにしておきます。豪邸が出来上がりました。家を家具で囲むと雰囲気が変わっていいですね。最後にここだけ直します。こうなってこうなりました。中世の街並みで囲んだだけですがまとまりが出ましたね。これで全て完成です。今回はこの辺りをクリエイトしていきます。マップだとこの辺りです。だいたい1区画分、いつもと同じような範囲です。今回はしっかりと2段目を作っていきます。1区画分あるので縦18マス、横15マスくらいですかね。ぶっ通しで作業すればだいたい10分くらいでできます。久しぶりに2段目をしっかり作っているので、なかなか大変だけど鍛えた腕で崖を作りまくっています。信じられるものは己の筋肉だけですね。こんな感じで仕上がっています。次はマイデザインを敷いていきます。滝を作って崖を見えなくします。ここの下は水路です。後でボート遊びができるスペースにしていきます。狭いとこでのボート遊びが好きですね。こちら側にも滝を作って川の流れを強くします。滝修行にはぴったりの場所ができましたね。ボート遊びがはかどります。今回のメインの道路を敷いていきます。まっすぐな道を敷いて草も生やします。中世の街並み側はレンガで埋めます。橋から右の道につなげて川沿いはレンガを敷きます。複雑にしたい気持ちばかり焦り、謎の道になったので大幅カットしています。自分でもよくわからない道ができてしまいました。レンガ部分を少し拡張します。何が変わったという感じです。いい感じになるまでいろいろと変えていきます。こちら側は仕立て山への道です。2マスで道を作っていきます。様子がおかしい場所を手直ししていきます。想像していたのはかなり綺麗だったのですが、いざ敷いてみると様子がおかしくなりましたね。エイブルシスターズの場所はレンガです。移設してくる場所はマイデザインを敷いてもたぬきちに消されてしまうので敷きません。たぬきちに消されるというより埴輪に消されているのかもしれません。建物の下にもマイデザインが敷けるようになるといいなといつも思います。敷き終えたのでエイブルシスターズを移設します。ついでに様子がおかしかった場所を手直ししました。引っ越し完了です。飾り付けをしていきます。ここの裏側がお店屋さんなので2階部分のお店を作ります。ガゼボでお店の入り口作り。
扉はシンプルなパネルをマイデザインリメイクしています。今回からお気持ち程度に木を植えて緑地化計画をしていきます。ちなみに今作ったお店の入り口は観葉植物屋さんですね。なのでこの辺りだけは緑マシマシにしていきます。2階部分に木が生えているのは謎ですが気にしません。厚みのないハリボテ建築です。真ん中に何か置いてもよかったのですが、隙間が空くこと確定なのでやりませんでした。通路っぽく素朴なガーデンライトを、突き当たりを作ってライト周辺を強調します。一部だけ空いていると視線が集まりますからね。どうにもならない隙間は木を植えます。いい感じに緑地化計画が進んでいますね。下手や裏も中世の街並みを立てて囲っていきます。屋根の色で選んでいます。左側はよく使っている色ですね。広葉樹はいい感じに秋色に染まるので、中世の街並みと相性抜群ですね。空いている部分に靴磨き屋を作ります。若かりし頃のシャンクが路上でやっていたやつですね。あれからかなり時が流れましたが、今作ではシャンクのお店は没収されたので人生波乱万丈ですね。草タイプのスプレーを使って靴を磨きます。観葉植物屋の前を作っていきます。ここの前は植物でパンパンにしていきます。このために開けた謎のスペースですから有効活用していきます。背の低い木を使って道の手前から見た時に奥の仕立て屋が隠れないようにしています。ハロウィンな柵を立てていきます。花瓶を隠すように低木を植えます。観葉植物屋ができました。ガゼボの中に何か置きたくなりますね。次は仕立て屋前を飾ります。シンプルにベンチのみ、植物が置けるようにちょっと奥の方に置いていきます。この辺りは目先のクリエイトとともにまた改良予定です。道の分岐点には世界の道しるべを、生地の皮部分にボートを、この位置にとどまるだけでいい筋トレになります。水路を拡張していきます。左側は何を作ろうか未定なので控えめに敷いています。迷った時はとりあえず可愛い草を敷きます。こんな可愛いマイデザインを配布してくれてありがとうという気持ちで敷いています。滝修行が見えないようにパーゴラを飾ります。屋根付きなので雨の日でも安心ですね。野獣馬のアヒルを置いていきます。こんな感じでできました。左側に何を作るのかは未来の私次第ですね。橋の左側をちょっとだけ飾り付けます。写真でギリギリ見えそうだったので適当に敷いています。いつもながらに後で作り変える場所ですね。動画の外側の世界でなんかええ感じになるようにやっておきます。これで全て完成です。手前に観葉植物や、その奥に路上で靴磨き屋、さらに奥にエイブルシスターズとお店通りができています。本日の作業現場は大変散らかっている場所が多いので、かなりお見汚しシーンが多いかと思います。自宅裏に街を作った時に設置した階段のところからその奥を作っていきます。マップでいうとこの辺り、かなり広めですが大胆な土地使いをしていきます。まずは階段近くの場所の土地を高くしていきます。縦10マス、横10マスくらいです。事前に目印で雑草も生やしておきました。寸前の記憶がなくなる自分への目印ですね。ここでまたお知らせタイムです。なんと大変ありがたいことに8万人の方がチャンネル登録をしてくださいました。本当に本当にありがとうございます。いつも動画を見てくださる皆様方のおかげです。目標の登録者数10万人まであと少しなので、まだチャンネル登録をしていない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして2つ目のお知らせです。前回の動画で歯車の装置と鉄のフィックスはしごのレシピが2年間見つからないと嘆いていたところ、お声掛けくださった優しい方のおかげで無事にレシピを覚えることができました。ずっと探していたので感極まってしまいましたね。本当にありがとうございます。なので今回は念願の歯車の装置を使っていきます。縦長の土地ができました。いつも四角の土地を作っていますね。
マイデザインを貼っていきます。こちら側は時計塔が遠くから見える場所にしていきます。中世の街並みを立て、街と道の間をしっかりと区切ります。今回もお得意のハリボテ建築です。角に合わせてギザギザになるように置きます。いい感じの複雑そうな見た目です。マイデザインの続きを敷いていきます。レンガの道をまっすぐに敷いた後、角まで行ったら左に曲がらせます。普通の直角の道ですね。この後建てる時計塔を眺めるだけのためにこの道は作っています。道が全部敷けたら道の端に草を敷いていきます。グレーのレンガは何も邪魔をしないけどシンプルになりすぎたりするので、私の中で草は必須アイテムです。こんな感じで敷きました。本物の木や草を生やしていきます。奥から作っていきます。ここは後に小さな公園を作ろうと思っています。今回はそのための下準備ですね。道と公園の間に木とか植えてあったらそれっぽいだろうという安直な考えで作っています。なので今シーズン史上最大の植林をします。右側の道に行くにつれて背が低くなるように木のサイズを調整しています。内側に針葉樹の最大サイズ、外側に広葉樹の L サイズ、間にシマトネリコ。あまりに道側に大きなサイズが来てしまうと道が隠れたりいい感じにならないことが名統計ではあるので、モリモリにする時も道側は気持ち小さめを意識しています。並木道は別ですけどね。人それぞれいろいろとやり方はあるので、自分がいいと思ったら何でもいいんですけどね、そういう世界です。好きなように楽しく自己満足でやっていきます。木の根元はマイデザインの境目が結構出てしまうので右畑を置いていきます。先ほど草を敷いたところにハロウィンな柵を立てます。この柵尖っていて落下させない意志強めで好きなんですよね。ガーデンベンチを置いて道幅を狭く、犬は放し飼いです。時計塔を眺めるだけの道ができました。ベンチからは見えません。次はこの風景の先に時計塔を作っていきます。時計塔は崖を3段作っていきます。時計塔につながる道もついでに作るので横長です。あまりに左側が汚かったのでモザイク処理をしておきました。花系ってシャラチンするの結構大変なので面倒なんですよね。珍しい色の花とかは増やすのが大変ってこともあり、処理に心の準備も必要です。今度この辺りをちゃんとさら地にしておきます。ちなみにここは常吉ビーチの真ん前ですね。フータが一生テント暮らしなのでここに怪しい漁船がやってくることはありません。3段目を作っていきます。時計塔は横4マス、縦4マスですが余分に作って家具をちゃんと置けるようにしていきます。怪しい漁船や詐欺の狐がやってこないのでシトロン島は平和そのものです。ついに時計塔の飾り付けをしていきます。最前列は全て後ろ向きに時計で挟みます。時計塔にしては小さめの時計、柱で挟みます。ついに出ました歯車の装置。大きな文字盤の代わりです。パイプオルガンで蓋をします。余分な崖は崩しておきます。3段目はこんな感じ。いい感じです。2段目はお城の壁。ちょっとずつ塔っぽくなってきました。1段目はマイデザインを敷いた後、中世の街並みを3つ置いていきます。真下から見るとこんな感じになりました。ちょっと場所が悪いですね。時計塔の存在感を出すために隣の崖の手前を1マス削ります。その代わり後ろ側を2マス増やします。後で家具を置くためにマイデザインを敷いていきます。モザイクがあると余計に気になりますね。ここは大きな運河にするので桟橋のマイデザインなどを敷きます。こちらは水路のマイデザインです。すべてを水路にする時間がやってまいりました。先ほど作った道から時計塔の崖まで全て水のマイデザインで埋めていきます。案内所側の水路ともつなげていきます。崖側は横にレンガがついたものを敷いて、あとは適当に写真に写りそうなところだけ敷きます。不穏な雰囲気が漂う運河ができました。雨が降りそうなので時を変えます。次は時計塔横を仕上げていきます。石造りのキッチンを黒にリメイクしたものを後ろ向きに崖へずらっと並べていきます。苔のついたものとかなり悩んでシックな黒に。黒は小さく遠く見えるので他の色より私の中で若干有利に働きましたね。時計がうまく見えていないのでもう少し整備していきます。カントリーなクロゼットが時計を隠していたのでそれをしまってあとは戻します。
ついでに西部の街並みで1段目とのつながりを強化していきます。ちゃんと時計が見えるようになりました。円形メインの場合はクローゼットをつけず、近場で見るならあった方が良さそうですね。運河を運がたらしめるためにヨットを置きます。何も置かなかったら川でもいいですよね。真っ白デコイを置くための水門、ヨットに引かれないように注意してほしいですね。これで全て完成です。大きな水路に浮かぶ時計塔ができました。前回は時計塔を作ったので、今回はエイブルシスターズの裏を作っていきます。マップで言うとこの辺り、広い範囲ですが、最近は作り慣れて広い範囲なのか疑問に思っています。今日は主に2段目しか作らないので、以前作ったところをさらに拡張していきます。一区画より少し大きめに作っていきます。今回は街づくりなので計画しながら作っていますが、だいたい計算を間違え、動画の裏で何度も直しています。前回作った場所と仕立て屋を四角の形になるようにつなげる感じでつなげていきます。四角の中に当てはめて考えるという癖のせいで四角を作りがちですね。崖を作るだけの動画を見ていても面白くないのでカットします。2段目どこにあるの状態ですが、ここに2段目は存在します。家具で手元が見えていませんが失礼します。道路メインな時は横断歩道をつけてアクセントにします。ここにあったらいいなという願望のみで敷いているので、利便性などは考えられていません。集まりは映る範囲が狭いのと範囲が決まっているので、写真映えのために敷いたりしています。現実だったらこんなところにないよなというところに存在させていきます。ちなみに今回は仕立てや裏に小さな公園を作ります。都会の中にある公園は前から作ってみたかったシリーズで、ようやく実現できます。仕立てや周りが結構中世寄りの街並みなので、いきなり現代っぽい街並みになる予定です。島の統一感みたいなところはとても大切なんでしょうけど、作っている人が同じであれば、めちゃくちゃ意識して変えない限りその人らしさで統一感が出るんじゃないかなと思っています。足りなかった崖を補充していきます。計画通りにならないのが私の島クリエイトです。今回の道路の敷き方は普通の道路幅2マス、公園の前の歩道は3マス、それ以外の歩道は2マスという感じで統一し、残りは草を生やします。道路ができました。ベースができたので次は飾り付けのターンです。右側から飾り付けていきます。右側はただの草の生えた空き地なので緑地化していきます。前に作ったものをただ拡張するだけの簡単なお仕事です。草がはみ出してこないようにフェンスで囲っていきます。このフェンスがあるだけでなんかリアルに見えちゃうのが不思議ですね。ファンタジーの世界なんだけどちょっと現実っぽさが出てきます。電柱やプラスチックベンチを置けばさらに現実っぽさ増し増しに。よくわからん隙間には木を植えて隠します。右側の緑地化は成功です。次は左側に公園を作っていきます。まずは公園から道路に飛び出さないようにフェンスの設置。小さいお友達も大きなお友達も等しくフェンスで守ります。フェンス下にレンガのマイデザインを貼ります。ちなみにこの公園はバスケットボールができる公園です。かっこよく仕上げていきたいので公園内は黒を多めにします。ゴール下は筒で制していきます。小石でボールがどっか飛んでいくやつですね。一部だけ丸くしてゴール下っぽく。本日の主役です。バスケするには小さすぎる公園です。集まり内で誰もバスケしないのとただの飾りなので OK です。
入り口はスチールフェンスを置きます。自販機も黒にして公園内と外で統一感を出します。公園といえばカラフルという概念を捨てています。都会っぽく柵を立てていきます。ガードレールなら完璧でしたね。気分で公園の近くにヤシの木を植えます。もっと植えてもよかったかもしれないですね。行き止まりの道を行き止まらないようにしていきます。これが本来の横断歩道の使い方っぽいですね。前回の続きで柵を立てていきます。最後に軽自動車を飾って道路っぽく犬の場所を変えていきます。これで完成です。かなり都会的な雰囲気になりましたね。時計塔の右側に今日は駅を作っていきます。いい感じの更地です。マップで言うとこの辺りを作っていきます。案内所から北へ3翼ですね。まずは駅のホームから作っていくので崖作り工事の始まりです。縦5マス横12マスの崖を作る計画です。ちなみに場所は写真映えを気にして写真を撮るときどの角度にしても他のものが映らないようにいい感じに開けた場所を採用しています。工事前調査でいい感じの場所がなかったので住民には立ち退いてもらいました。住民の両親につけ込んで立ち退き費用を1万ベルしか支払っていません。悪どい商売ですね。年に何度もあってもちょっと安すぎますよね。いい感じの四角ができました。マイデザインを見えるところ全部に貼り付けていきます。まずは駅のホームから塗りつぶしていきます。駅専用のマイデザインは持っていないのとダウンロードする枠もないので既存のマイデザインで頑張ります。レンガのマイデザインを線路へ飛び出し防止の点字ブロックに見立てて代用しています。その内側にはコンクリートの地面ですね。白線も持っているのでつけてみましたが道路っぽくなりすぎたので不採用としました。これでもまだ道路っぽい見た目ですね。古い感じを出すためにところどころホームを汚していきます。汚し作業ですね。上から失礼します。こんな感じになりました。次はホーム下を作っていきます。ここは全面を海にするので線路も海に浮いている体です。線路はどこまで続くのかというと時計塔にぶつかるまでですね。ぶつかってもトンネルを掘るとかトンネルに見立てるということはしません。時計塔の形が損なわれるのが嫌なので不自然であっても気にしません。不自然さより写りを気にするそんなお年頃ですね。ちなみにオランジ島で使えなかった横向きの線路をついにシトロン島で解禁です。線路以外は全て海のマイデザインを貼っていくので大幅にカットします。ホームの上り口だけ桟橋をつけます。ちょっと狭いですね。こんな感じで仕上がりました。海を渡らないとホームに行けない鬼畜仕様にします。ちょっとホームが気になったのでレンガで囲うように変えました。線路の手前に改札口を作っていきます。改札とホームを分けているタイプの駅ですね。ちなみにここの駅の参考モデルは愛媛県の下灘駅と長崎県の大岬駅です。どちらも海の見える駅として有名ですね。改札口から線路を渡っていく着想を大岬駅から、ホームの椅子とか配置今から作る改札口を下灘駅から着想を得ています。実際に行ったことはなく写真でしか見たことはありませんので詳細などはかなり違いますね。なんか似てるかもくらいの感覚で見てもらえると嬉しいです。ちなみに崖は横8マス縦10マスですね。飛び出してる崖部分は横幅9マス。いつも四角ばかり作っているしなという安易な考えでなんとなく1マス広げた哀れな崖です。特に意味はありません。1マス広げても結局四角でした。マイデザインを貼っていきます。
手前側に線路は作らないので、こちら側はただの改札口だけです。どちらかというと駅のホームを眺めるだけの改札口ですね。意味はあるのかというとよくわかりませんが、作りたかったから作った、それだけの理由です。あまり何も考えずに道路を敷いていきます。この先のことも何も考えていません。ベン君を駅員さんにします。選ばれた理由は誠実そうな生き物だからですね。敷き忘れていたコンクリート部分を敷いていきます。古い感じも出していきます。ベン君の引っ越し作業完了です。どこからも降りられずかわいそうなことになっています。飾り付ける前にちょっとだけマイデザインを敷きます。改札から降りるための桟橋も敷きます。狭すぎてラッシュ時には混雑間違いなしですね。ようやく下準備が終わったので、ついに飾り付けのお時間です。反対側のホームに夢中になって落っこちないように柵を立てます。レトロな停留所を使って古めかしい感じに。改札はレトロな停留所の間ですね。シンプルなパネルはマイデザインでリメイクしたもの。詳細は概要欄へ。駅前ポストを置いて改札口の完成です。 ATM が発券機の代わりですね。野ざらしなので心配です。駅のホームに行くためにはしごを設置します。はしごを使わなければならないのはかなり心理的ハードルが高いですね。次はホームの飾り付けをしていきます。まず最初に崖肌を隠していきます。シンプルなパネルはコンクリートにリメイクしたもので、崖を隠すように飾っていきます。このコンクリートはマイデザインではなく、元からあるリメイクの中にあるコンクリートです。いただいた鉄のフィックスはしご、ついに登場です。コンクリート系によく似合います。海の向こう側に落ちないように柵を。ベンチの屋根に見立てて屋台を飾ります。手前にパブリックベンチを置くことで屋根っぽく見えなくもないですね。駅名が書かれた看板をキャンプ場の看板で見立てていきます。こんな感じになりました。屋根としての機能はないのでそれっぽい雰囲気だけですね。改札側から見るとこんな感じ。雰囲気をちょっと似せることができたかなと割と満足です。今回はこの奥の更地と時計塔の横の土地を作ります。前にモザイクがかかっていた場所ですね。マップで言うとこの辺り。実は時計塔の動画の時に作ったのですが、編集時間が足りず後回しになっていたので、先に時計塔の土地を作ってから更地部分を作っていきます。時計塔の裏は常吉ビーチがありますので、ここに道がつながるように作っていきます。まずは階段の設置から、海岸へ吸い込まれるように向かってしまう、そんな坂道を作ります。ちょっとよくわからない角度ですが OK です。ちょうど真ん中になるように道を敷いていきます。この崖幅は5マスです。スラチンする前の段階なのでお見汚しシーン失礼いたします。階段前は木の道に。草の舞デザインを端に貼っていきます。ちなみに真ん中の獣道は自作ですが配布していません。時計塔の裏も草を生やします。実は海の見える駅の時にこの辺りちらっと登場していました。大きな草も生やします。息を吐くようにヒヤシンスを吐いていきます。ハロウィンな柵を取り付けます。トゲトゲが殺意高めで好きですね。海側も下側と同じように草を敷いて柵を立てます。転落しないように住民を守ります。海側は花の間に飲食スペースを確保。紫はブドウというイメージから12粒のブドウを置いています。こちらはカラーのワインですね。道の足元だけちょっとおしゃれにしていきます。上の段が仕上がりました。お天気がいいので下の段も作っていきます。
毎度おなじみ水路の登場です。海が近くにあるのに水路っていう感じですが、マイデザインは使わないと死ぬ病気にかかっているので、今日も中毒かのように使っていきます。階段の幅に合わせて水路も3マスです。何をかわからない階段です。こちら側にも可愛い花をつけていきます。境目を隠すように麦畑を置いていきます。毎度おなじみすぎるので麦畑以外の草が欲しくなりますね。間にこっそりデコイちゃんを置いてきます。みんなが大好きな子ですね。水門をつけて水に変化をもたらします。こちらはデコイくんです。あとは日が沈んで夜が明けるまで階段の完成を待つばかりとなりました。24時間後からこんにちは。仕上げていきます。石畳を敷いて階段となじませます。適当に家具を置いていきます。これで常吉ビーチへの道の完成です。続いてこの左側を作っていきます。ついに最初のところへ戻ってまいりました。道路をまっすぐ先ほどの時計と横までつなげていきます。ここのまっすぐな部分には縦の橋を作る予定です。橋の横幅は4マス。手前の道路から時計塔まで10マスです。つながりました。マイデザインを貼っていきます。橋になる方は少し手直し。レンガの道を2マス敷いて奥まで伸ばしていきます。いつも通り道の両脇に草を生やしてモフモフさせるのが名流です。突き当たりにパン屋を作るので階段を敷いて草を生やします。これはパン屋の崖ですね。地上げは家具のせ用です。役割を終えた崖は存在しなかったことに見事にそびえ立っています。足りなかったところを足してから橋の工事をしていきます。橋といえばお城の門です。橋が横向けの方が映えますが、門の中身を作らないといけないので縦向けの橋の方が注文数少なくていいですね。しれっと敷いていますが、こちら側は水路とコーヒーショップを作ります。最近また島がびしゃびしゃですね。マス数の関係で一部塞がっているので壁に穴を開けていきます。お城の門に変えるので崖をなかったことに。穴が開いていい感じです。橋の上を飾り付けていきます。街灯と植物のパーテーションでシンメトリーになるように飾っていきます。レンガの道なのでここを通るときはガタガタ言わしていきます。パン屋はお城の壁で左右囲ってシンプルなパネルをリメイクしたものの前にお城の門を飾って作ります。作りすぎたところを削っていきます。空いた部分は水路の拡張。この辺りは地盤が緩そうで心配です。こんな感じになりました。橋の先に塔があって目線が抜けるようになりましたね。ちょっとだけ削って階段設置。島の半分にも行っていないのにもう階段5つ目でこの先どうなっちゃうのと思って設置しています。道に階段が食い込んだので1段目を作り込んでいきます。港を意識したようなマイデザインの敷き方をしていきます。そんな意識だけは達者ですが、実際にそうかと言われると何とも言えない感じです。地形に沿わせて水路も拡張。あまり何も考えていません。陸地はちょっと道路を敷いた後草でいっぱいにします。この時点で港とはという感じですね。とにかく草を生やしたいお年頃ですね。1段目の地面ができました。飾り付けをしていきます。パン屋からコーヒーショップへだんだん高さが小さくなるように飾っていきます。岩場を抜けれるように門の設置。岩場はコーヒーショップの特等席です。西部の街並みがコーヒーショップ。裏に石窯を置いて煙を出します。それにしても幅の薄いコーヒーショップです。高さが低くなるように広葉樹も L サイズに。看板で何者の店か分からせていきます。配達用スクーター。こちらの紙袋は置きたかったから置きました。これはキューブライトをコンクリートのマイデザインでリメイクしたもので電源を切ります。渓流ビット風を意識していて最後まで港っぽさを諦めません。
岩場の整備です。海風が強そうなのと雨の日は危ないので、晴れの日しか使えない場所ですね。天候にも勝てそうな強めな家具を置きます。こちら側にも緑の安らぎを。海と緑で癒し効果抜群です。ちょっと気に入らない部分は消します。大好きなデコイちゃんたちを置くための水門。いつでも大活躍のデコイちゃんです。階段下のコーヒーショップができました。橋上から見るとちょっとコーヒーショップが遠すぎるので、手前に高台を作ります。いらないものを片付けます。2段目を拡張してここに秘密基地を作ろうと思います。秘密基地というか屋根上の基地ですね。ここはもともと買える予定でしかなかったので、ようやく運命が決まったようです。いつも走っていける範囲で物置を置いています。映えたかったのに片付けないという性格出ていますね。木製のフィックスはしごを崖に一直線にかけます。水路からしか上陸できないので、基地に行くにはいつもびしゃびしゃですね。ちょっと家っぽく仕上げていきます。屋根の上の整備です。広げた資料をマイデザインリメイクしてハンカチ風に。カメラとラジオを置いてなんかええ感じに。反対側から丸見えな秘密基地ができました。コーヒーショップがお気持ち程度近くなりましたね。いい感じになったのでこれで完成です。シトロン島がいくら町になり発展しようが、フータにはテント生活を送ってもらっています。寄贈してくれという言葉は全て聞き流しています。この角度で映る範囲を中心に仕上げていきます。マップで見るとこの辺り、最近は結構多めですね。いつ作ったかわからない歩道を拡張します。あちこち作っていると、いざ最初の方に戻った時に、これなんでここにあるんだっけと忘れています。生地の端を作るので木のマイデザインを敷きます。今日も相変わらずマイデザイン三昧です。プータの研究施設の方は草の道にします。メインで草を使うことがなかったのでちょっと新鮮ですね。今回も相変わらず水浸しです。桟橋の方には足つきを、草の道側には石壁をつけます。自給自足生活に欠かせない水は確保できていますね。こちらは桟橋です。怪しげな植物を育てるためのちょっとした置き場になります。他の道につながる道路を作っていきます。ここは足場を安定させるためにコンクリートの道路です。こちらも桟橋ですが、ちょっと広めにして魚を釣る場所にします。虫が食べられない風太にとって魚は命綱ですからね。そもそもこの世界の住民は虫を食べるのかは知りませんけど、できれば虫を食べててほしくありませんね。ここから映る範囲のみ効率よく水を敷きないので、角まで走って場所を決定し無駄をなくします。カメラを終了して足元に敷けば死角はありません。斜めに敷いていってあとは埋めれば超効率よく進められます。後のことは考えていないので斜めに敷いてどうする問題は残ります。徹底的に映る範囲のみ敷きました。水に付属物をつけていきます。生態調査用のボート、食料調達と研究も兼ねて魚を釣ります。前回もフータのテント周りに湖を作ってあげたのですが、今回は全方位を水で囲ってあげているので喜びますね。斜め撮りしか想定していないのであちこち空白が気になりますね。マイデザインが敷けたので飾り付けをしていきます。エリアの境目は木を植えてそれとなくエリアを分けます。左が町なので秩序的な姿っぽくするために木は一列に均等に。広葉樹でも良かったかもしれないですね。町から自然な場所に行くのでなんとなく看板を設置。丸太の杭を使って生地の端っぽくしていきます。
桟橋の前デザインと何気に位置がぴったりでした。麦畑を水草風に見立ててそこら中へ飾っていきます。丸いキノコは卵に見立てています。周りを草と岩で囲ってちょっと隠します。ちょっと巣っぽくなりました。テント周りに草を植えて食べ物を増やします。水草として植えていますが、元は麦畑なので穀物系も摂取できますね。テント周りなら手を伸ばせばすぐなので、夜にお腹が減っても安心です。カルガモを養殖しています。タンパク質の摂取ですね。こちらは植物栽培キットを置きます。ミルク缶の中身は肥料です。夜に誤って落ちないようライトをつけます。島に呼びつけられた時に持ってきた壊れた軽自動車。ここで主に魚を釣ったり眺めたりしています。オレンジのシティサイクルは青い水辺との相性抜群。お気持ち程度のフェンスを立てます。ボートの上でも魚釣り、魚への執着を見せていきます。テントの後ろ側を作ります。この奥はまだ何を作ろうか未定なので割と適当です。水の狭いところに水草を両脇に置いて川っぽく、こちらにもカルガモを自由に泳がせて美味しいお肉を作ります。フータのテント周りができました。水だらけで湿気が弱そうな土地です。下から見るとこんな感じ。次はフータを見下ろす道のクリエイトです。中途半端な下の部分も少しだけ道がつながるようにしていきます。いつ作ったかわからない崖を拡張します。先ほど敷いたコンクリートの道まで崖を伸ばします。アイーダ様に見つめられながら作業中です。この崖は横幅4マスですね。崖ができたのでマイデザインを貼ります。道路は統一感を出すために道の両脇にレンガ、真ん中にコンクリートの道です。とりあえず道は OK ですが、余ってるスペースに何を作ろうか未定なので、今後何を作ろうかなと考えています。ちなみに崖下は狭い場所で縦3マスしかないので、かなり頭をひねらないといけないですね。他にも余ったスペースがたくさんあって悩みの種です。何の変哲もない道路ができました。1段目の道路とつなげていきます。崖と道をつなげるように石の階段を設置します。階段から道がつながったので階段上を飾り付けます。といっても柵をつけるだけの簡単なお仕事です。4マスのところはシマトネリコを添えてフータを監視するのにぴったりな階段ができました。中途半端なところがやはり気になるので最後に少しだけクリエイトしていきます。ここは後で変えるかもしれませんが、とりあえずフータの管理下にありそうな場所を作ります。変に下の方が余ってしまって結構何でもできそうな雰囲気を醸し出しているので大変ですね。水と草地の境目は麦畑を置いていきます。石とか岩で隠してもいいのですが、考えるのが面倒だったので麦畑一択です。こちらにも調査用のボートを置いて調査を書き留めるちょっとしたスペースを作ります。顕微鏡も持ち出して水に入る用の長靴の完備、ちょっとした調査の場所ができました。これでフータの自給自足生活かつ研究施設の完成です。今は雑草めがけて走っています。はい、到着。ここから見える範囲を住宅街に作り変えていきます。マップだとこの辺りです。広範囲を一気にクリエイトしすぎて、ストロン島も残すところあと5回ぐらいで終わりそうですね。まずは住宅街前の道路から。何事にも先にまっすぐな道を敷きます。
それ以外だとちょっと難しいのでいつもまっすぐです。住宅街への入り口の道です。ここからしか入れないようにします。今日も大好きな草を道の上側につけていきます。私のクリエイトには欠かせない相棒です。住宅街のエントランスの道ができたので飾り付けます。今回は自然と共存する住宅街にしていくので、木とか草とかできるだけ生やします。ちなみにこのエントランスは以前紹介した柵の組み合わせ特集で紹介したものを使っています。2年越しにようやく島クリエイトに組み込むことができました。概要欄にリンクを貼っておくので、組み合わせが気になる方はぜひ一緒にご覧ください。エントランスも住宅街も含め全て左右対称にしていきます。整備されててこれぞ街という雰囲気を出したいときは、みんなでお揃いにするといい感じになりやすいですね。鉄の柵の蔵を立てていきます。あえての一マスずらしという小技です。住宅街必須の街灯。これがないと住宅街が始まらないですね。住宅街のエントランスがちらっとできました。後でさらに飾り付けます。住宅街のロータリー交差点部分を作っていきます。ただ丸い道路を作りたいだけなのですが、正式名称がわからず、多分ロータリー交差点かなと思っています。駅前とかによくある道路だと思うのですが、日本語で何て言うのかわかりません。生活に密着しているのに意外と知らない道路の名称だなと思いながら敷いています。正直どうでもいい話ですね。この丸い道路だけはほぼカットせず早送りでお送りしております。本日のメインといっても差し支えないですからね。丸い道路といってもカクカクしてしまうので、正式には丸でもないですが自分の中では OK です。丸い道路ができました。ここから住民を呼び込み、そして木が足りないので木を植えていきます。最初に引っ越し皆の長となれるのはミカッチです。住宅街は長く住み始めた人から年功序列社会です。広葉樹がシトロン島から消えたので新しく植え直します。季節の気分的に秋にしたいので、そういう時は広葉樹一択なんですよね。反対側も同じように木を植えていきます。ちょっと順番が前後しますが、住宅街の後ろに崖を作っていきます。演出の都合上の問題ですね。崖は横30マスぐらい、縦は5マス、川の近くだけ縦6マスです。川を作っていきます。竹は2マス、川幅は縦横4マスです。石の端をかけていきます。この後、木の成長記録と住宅街の移設の様子をご覧ください。住民の誘致に成功したので、それぞれの玄関先を整備します。またまたマイデザインタイムです。4軒とも同じように扉の近くは草を生やし、その下はレンガを敷いていきます。草地に飛び石のマイデザインのこともよくご質問いただきますが、これは猫さんのマイデザインが好きすぎて勝手に描いたものなので投稿はしません。私が描いたものはクオリティに問題があるので、本家の方で飛び石が出たら差し替える予定です。ミカッチの家から半時計回りにボブ、ナッキー、リチャードが住んでいます。序列はミカッチ、ボブ、リチャード、最後にナッキーです。ミカッチとナッキーが喧嘩しそうですね。なぜこの住民を選んだかというと、島クリエイトに差し支える位置にいたからという理由です。マイデザインが敷けたので奥から飾り付けていきます。崖肌が見えると整備されている感が失われるので、縦板の柵を立ててお気持ち程度を隠します。憩いの花を植えていきます。皮をまっすぐに掘ります。それしか掘れないですからね。自然と共存している雰囲気を漂わせていきます。今までは森が少なすぎて動物の森ではなく動物の海になってしまっていたので、この島に森を取り戻そうと思っています。
パラソル付きテーブルを置けば何でもおしゃれになると思っているので必須です。反対側も同じように森を取り戻す運動をしていきます。シンメトリーになるように家具を置いていきます。本当かどうかは知りませんが、左右対称は魔除け的な意味もあるらしいので、ここの守りはかなり硬そうですね。奥の住宅ができたので、次は真ん中を作ります。手洗い場、スクエアなバスタブを置いて湧き水風に。イメージはこんな感じでしたが、全然違いますね。周りを金木犀で囲んでいい香りに。キューブライトをレンガでリメイクしたものを周りに飾っていきます。電源を切るとオブジェっぽくなりますね。真ん中の湧き水エリアができました。蛇口をライオンにしたいですね。手前側の住宅の飾り付けをしていきます。入れないところは最初から入れないようにします。手前の住宅にもテーブルと椅子を置いてちょっと庭っぽく忘れ物を返していきますね。左のリチャードハウスも右と同じように作っていきます。家の扉の位置の関係上、左側の家の方が若干お庭が広いですね。こちらの家の方が少し価格が高そうです。ウォータービューとゾウさんのじょうろを置いていきます。住宅街の内側ができました。この部分の隙間が気になるので少しだけ調整します。高さのある灯台を橋の後ろに置いて川を少し拡張します。橋の近くから見るといい感じになりました。奥になんか見えるような見えないような感じですが、これで完成です。案内状裏が難しすぎてずっと放置されていた場所ですね。ちょうどエリアとエリアをつなぐ感じです。マップで見るとこの辺り。今回もサクサクっと作っていきます。時計塔を作った時の崖をつなげていき、今回のリンゴ農家を作る位置にも崖を作って土地を高くします。案内状裏と駅も2段目を作ってつなげていきます。左の崖、案内状裏、駅をつなぐ崖ができました。滝上下1マス、間の川幅は4マスです。2段目は縦7マス、横6マスですね。橋を架けるのが苦手なので、いつも悪戦苦闘。階段と色を合わせて石の橋を架けます。橋がかかって便利になったので、農家側へ道をつなげていきます。マイデザインで道を作って自分の中の道しるべにします。目印がないとよくわかんなくなるんですよね。斜めの橋を作りたいときは4マス斜めに掘ってから奥側も4マスに掘ればいいということに気がついたあつ森生活4年目です。あとは間を掘って周りを滑らかにするだけなのに気がつくのに4年もかかった愚か者です。いかに何も考えていなかったのかがわかる発言ですね。こちらは色を合わせずレンガの橋です。かなり迷いましたが可愛い感じに仕上げたいのであえてレンガの橋です。滑らかにしておきます。大は小を兼ねるということでいつも大きめに作っているので過去の自分の尻拭いをしている最中です。斜めの端に合わせるように斜めの道を作ります。斜めに敷いたらあとは今まで作った道をつなげていくだけですね。いつもまっすぐにしか道を敷けないと己の技術力に嘆いていましたが、ついに斜めの道という神器を手に入れ複雑な道を作っています。シトロン島シーズン2が始まって以来の快挙です。Z の逆かのような道が敷けましたので農家の方を呼んできます。1人目の農家の方はアイーダ様です。特殊な技で天候を操ります。シトロン島のアイーダ様は農業に特化していますからね。
有名な白い猫のイメージカラーのお家にしておきました。もう一人の農家の方をお呼びいたします。もう一人の農家の方はジェシカです。アイーダ様と仲良しそうだからという理由ですね。家の色の鮮やかさを下げて他と馴染みやすいようにしています。案内所横の道路と崖の間にシンプルなパネルを立てていきます。階段を取り付けるので、最初に飾っておいた方がいいものは先に取り付けます。案の定この後家具を飾っている時に出られなくなり、緊急脱出サービスを利用したのは後の話。階段と端回りを飾っていきます。出られなくなったのはここ。植物を飾って手すりで最後まで塞ぎます。階段上の飾り付けです。草を敷いて低木を生やします。10月がシーズンの金木犀です。今回も森を取り戻す運動をするので草を多めにしていきます。都会的で草がない感じも好きなのですが、秋なので草を生やしたくなりますね。左側と雰囲気を合わせてハロウィンの柵を立てます。最近は金木犀の低木がかなりお気に入り。10月までしか咲かないのを知らず、11月に入ってなぜ咲いていないのと嘆いていたので、これからシトロン島は10月固定です。落ち葉を舞う季節にはなれないですね。橋の周りができました。滝を突っ切ってきた船が気になりますね。次は家周りを飾り付けます。家がお揃いなのでお揃いっぽい雰囲気が出るようにしていきます。そう思っていましたが、今のところお揃いは街灯だけですね。飛び石を扉前に敷きます。オランジ島でも使っていたものですね。本日初登場のリンゴ。リンゴ農家と言いつつ5分経ってようやく出てきましたね。リンゴをたくさん植えていきます。ちなみにシトロンと特産フルーツは桃です。勝手に特産品を買いました。脚立とかバケツとか収穫に必要そうなものを置いていきます。いかにもリンゴ好きそうなお家周りですね。もう少し周りを飾り付けていきます。いつも爪が甘いので自分に厳しく最後まで橋を作ります。家周辺が完成しました。後ろに見える海もいい感じに。次は案内所真上に取れたてリンゴキッチンを作ります。こちら側にもリンゴの木。ガゼボを置いて雨を避けます。石窯は多めに置いていきます。木の近くなのでかなり心配な配置です。火の扱いにかなり慎重にならないといけないですね。リンゴのメニューが書いてある黒板です。真ん中は厨房にします。カウンターテーブルとカントリーなキッチンを置いて木の温かみを取り入れます。リンゴワインにする樽を置いて酒も完備。余ったスペースはリンゴの木を置いてさらにリンゴ農家っぽく。案内所上にあるのでリンゴが特産かのような振る舞いがすごいですね。段ボールはリメイクしたので通常120ベルのところ1箱1000ベルでした。出来たてリンゴキッチンができました。リンゴの美味しい香りが漂ってきそうです。これで全て完成です。自給自足生活を楽しんでいるところに割り込む形でキャンプサイトを作る感じですね。キャンプサイトの他に岬や他の隙間を埋めます。まずは手つかずだった住宅街の手前から。シーズン2に入ってから何度申し上げたかわからないくらいお気に入りの草を敷きました。木と低木を均等に植えて住宅街前っぽく整備された感じに。お気に入りの金木犀を植えています。今のところ植えているだけの動画ですね。植えと合わせて鉄の黒い柵を立てます。ちゃんと育ったので隙間埋め1つ目は完成。ここの隙間に狭いオートキャンプ場を作ります。最初はキャンプサイトの移設から。風太の自給自足生活の一部に組み込まれる形でキャンプサイトを置きます。
ふうたからしたらキャンプに来る人も研究対象ですからね。キャンプサイトの看板を立て分かりやすく、一応住宅街からの目隠しで木をたんまり植えていきます。家からキャンプの様子が見られるのも見るのも嫌ですからね。無事育ったので飾り付けていきます。ついでにキャンパーを呼んできました。いらっしゃいませ。マイデザインの境目を隠すように麦畑を置いていきます。湖に入れるように合流して、まあ疑似の湖なので入れないんですけどね。先ほどと同じように境目は草で隠します。ドラえもん並みに便利なアイテムです。木が足りないところはシマトネリコを。木の都合上近くに植えられないですからね。臭いものには蓋をしていきます。落ち葉でマシュマロを焼きます。オートキャンプ場らしく車を置いていきます。狭すぎてもはや駐車場ですね。砂浜にキッズテントとシマトネリコを置いてキャンプサイトっぽく。海風が寒いので冬にはちょっと向いていないキャンプサイトですね。白色ばかりなので黒を混ぜます。明かりを灯せば夜でも OK。 キャンプっぽいものを多少置いて駐車場とは言わせません。キャンプサイトにはディレクターズチェアを置けばおしゃれになると思っています。目の状態の花を植えて草を生やします。狭いオートキャンプ場ができました。砂になりにくい場所の略奪戦が始まりそうですね。どこへも出られない車たち。冬以外に行きたいキャンプサイトの完成です。次はここの隙間ですね。縦8マス横6マスのどうにもならなさそうな隙間です。こういう時は何でもない、何の意味もない場所を作ります。真ん中に池を掘って周りを崖で囲みます。ストロン島は水が多すぎて地盤が緩く陥没したという設定で作っていこうと思います。場所的な意味で言うと危険。近寄るのもよろしくない場所を道の途中に作っているわけですね。陥没した時に溢れ出てしまった水という設定の滝を作っています。それにしても出過ぎですね。放置されている風にツタを生やします。危ないところを隠すかのように灯台でカモフラージュ。下部分ができました。下から見ると一見危なくなさそうな見た目です。上の段を飾り付けます。放置されている感じを出したいので花とか草を植えていきます。こちら側は石壁です。一部だけ柵を立てて柵が竹に吸い込まれた風にしていきます。なんとなく入るな的な柵を立てます。陥没した地面ができました。道の途中にあるので結構危険な場所です。正面から見ると花が咲いて賑やかになりました。これで3つ目の隙間埋めの完成です。次は風太の自給自足生活を拡大していきます。南加工は潰しています。無理に皮を作らない方針です。お店特集の時に作った DIY ストア的なものを作ります。作り方や材料などは概要欄に貼ってある動画からご覧ください。ここは風太が DIY できるように砂浜に勝手に作った DIY するための道具が置いてある場所ですね。正直なくてもよかったかなと思いながら作っています。ここはちょっとした発掘現場を作ります。化石を埋めて周りをペグとロープで囲えばどことなく発掘している感じに。ついでに砂浜にも埋めときます。囲えば何でも発掘現場。博物館の裏に山を作ってこういう発掘現場を作ったりするの楽しそうだなと思っています。何にもないところにペグとロープで囲ってなんかありそうな雰囲気に。実際何もありません。風太の自給自足生活プラス DIY とちょっと発掘現場ができました。この島で一番楽しんでいるのはきっと風太でしょうね。これで4つ目の隙間埋めの完成です。5つ目の隙間はすぐお隣さん。縦3マスしかないので通り道にします。水の溜まっている側溝風にしたいので水路の前デザインを敷きます。元で大きく変えるところはカットしています。作りながら考えているのでカット部分が多すぎました。
育て終わったので飾り付けをします。水のない部分に植物のパーテーションを置いていきます。草を敷いた後、木を敷きます。ここは狭すぎて通路になるしかないくらいの場所ですね。パーテーションポールを置いてちょっと都会っぽく。階段横も整備します。フータが使用で使っているような雰囲気の道具を置いていきます。縦3マス横長の隙間埋め完成。加工上もきっちり防げましたので、5つ目の隙間埋めも完成です。最後の隙間は岬です。細長すぎて何者にもなれない場所なので、特に何者にもしていきません。まずは無計画に崖をつなげます。思いつくがままに崖をつなげます。右側はだいぶ町なので、整備されなかった道として作っていきます。なので崖はうねうねですね。S 字になるように反対側も削ります。変わった形にしたいときは、文字の形を意識するとうまくいったりいかなかったりします。筒の道も崖に合わせてうねらせていきます。カーブが甘いところは滝を作ってカーブがきつくなるように。手入れされなかった感じを出すために対角線上に花を植えます。岬を降りるためだけの階段の設置。残りの階段はあと2つです。たぬき商店を作るときに全て使い切ろうと思っています。階段の奥側にも池を作ります。魚が出現する池なので、ようやくここで釣り大会ができますね。大会中狭すぎて隣の釣り人と肩がぶつかりそうです。崖上は整備されていない感を出すために木と低木だけ生やしておきます。木は途中で成長止めしています。上側ができたので、次は本題の岬の穴埋めですね。ヤシの木が近くにあるので、海をちょっと感じるレイアウトにしていきます。海近すぎてちょっと何言ってんだって感じですね。木が植えられなかったのでサボテンで代用。植えられそうな雰囲気があるのに植えられないとき、計画が狂いがちです。岬の計画が頓挫した感じを出すために道は敷きません。こちらは酒のつまみと酒ですね。あまり人の来なさそうな岬ができました。色が少ないので錆びれた感じも出せたと思います。これで岬のクリエイトの完成です。まずここが1つ目。りんご農家と住宅街の間の縦長の土地。マップだとこの辺り。2つ目は右上の土地すべてですね。2に向かうほど町から外れた錆びれた感じを出していきます。2の土地はここですね。住宅街の真裏です。まずは奥の土地と手前の崖をつなげます。この細長い土地をどうしてくれようと悩みましたが、結局通路しか活路を見出せませんでした。不便だったので崖がつながって便利に。2の土地の方とつながったので、ここにちょうど橋が来るように川を作ります。崖幅は縦6マスで橋がギリギリ架けられる大きさにしています。今回は2段目に橋を架けまくっているので、ようやく最低幅を把握しました。リンゴ農家のカラーに合わせてこちらはレンガの橋です。一番小さいサイズの橋ですね。手前から奥に目線が抜けるようになりました。崖の手前を整備します。こちら側はかなり街な印象にしたいので、きっちり木を敷いて草を生やします。マイデザインを敷くだけでも整備された感が出ますからね。息を吐くようにシンプルなパネルを立てます。これはオランジ島でも使っていたデザインですね。さらに手前にパーゴラを。空いた隙間に石の階段を設置。これで案内所右から奥に行くときに便利になりました。
階段ができたんで飾り付け続行。お城の門を置いてなんかいい感じに。都会的な要素強めになりますね。雨宿りできる場所ができました。謎の施設です。推し住民リチャードだけの裏庭を作ります。3マスの川幅に合わせて川を作り、マイデザインを貼ります。推しはとにかく優遇するという島民代表の意向です。崖は縦板の柵でちょっと隠して整備されている感を出します。ちなみにこのスペースはリチャードの庭からと階段横の崖から侵入できます。飛び石を奥に続くように敷きます。奥でくつろげるように椅子とテーブル、そして食料を。推しのリチャードだけの裏庭ができました。特別待遇枠ですね。階段から端まで整備していきます。街感を出したいところはハロウィンな柵を立てます。トゲトゲしていてお気に入り。駅に向かうための近道を作ります。剥げた地面は適当に描いたマイデザインなので配布していません。最後なので余っているマイデザイン枠を使い切ろうと思って枠の贅沢使いをしています。これで住宅街とリンゴ農家の間は完成。ちなみに釣りもできます。これで釣り大会も安心です。住宅街の裏を整備していきます。まずは崖を増やします。残っている橋もどんどん使っていこう作戦なので、こちらにも橋がかかる予定です。なので崖横幅は6マス、縦幅は一番奥まで。どんどん街の外れに行く感じにしたいので、こちらは木製の橋です。今まで石やレンガだけだったので初登場ですね。はい、橋完成。橋から橋へ道をつなげます。ここまではマイデザインの道路を使ってギリギリ人の手が加わっている感を出していきます。だんだんと錆びれさせていく、これが本日の使命ですね。まだまだこちらは鉄系の柵。住宅街を建てるときに一緒に整備されたという設定です。花を増やして島の評価を上げに行きます。ちなみに苦労して作ったこの島のレートは星2つですね。物が多すぎて通行できない、花が少ないといったありがたいお言葉をいただいております。手遅れですが最後の悪あがきですね。橋の奥は横向きの丸太の柵。ついに鉄ではなくなりました。錆びれてまいりました。川を作っていきます。今までは水系のマイデザインを中心に張って船を置いたりしていましたが、ついに広範囲を水の出るスコップで掘っていきます。道もついに土の道です。動物の森をしている感出ますね。こちらも木製の橋、町になり損ねた場所なので当然です。ちなみに本物の川にした理由は、そっちの方がより大自然を感じるからですね。花が咲いたので飾り付けます。ここまではちゃんと街灯やスクーターで街っぽく、バランスが悪いところは入れ替えます。住宅街の裏のちょっと整備された道ができました。そこら中水浸しでいい感じです。無事育ちました。作りかけで放置された場所を作ります。中途半端な感じを出したいので、中途半端な位置にいろいろと設置。道がつながる予定だったけど、そのまま放置された場所ができました。錆びれてきていい感じです。ここへ来てようやくたぬき商店の登場です。たぬきたぬき言いながら約7分もかかってしまったわけですね。10月固定なのでまだハロウィンしています。お店と場所を取り合うように池を掘っていきます。たぬき商店前の池ができました。これが限界の丸さです。周りを囲うように海からの風を防ぐかのように木を植えます。意識しているのは C カーブ、下に見えているのは住宅街。砂浜を経由すればお店に一番近い住民はボブですね。ここも石ではなく丸太の階段です。だんだんと自然な姿になってまいりました。
途中で湖側は成長止めを行い、右から左に行くにつれ木が小さくなるようにしました。木が植えられないところはシマトネリコを朽ちた木を使ってもっと錆びれさせてもよかったなぁとプチ後悔。そしたらもっと錆びれた感じが出せましたね。木の内側は麦畑を生やします。木の内側というか池の方ですね。雑草が伸び放題で手に負えない場所にします。これだけ伸びていると現実から目を背けますよね。とはいえ一応最低限お掃除をしています風に干し草のベッドと掃除用具、見せかけも大切なお仕事です。今回のためだけに描いた落ち葉を敷いていきます。配布用ではないので割と適当です。本格な赤色になる前に散った葉っぱという程度の色合いです。たぬき商店前ができました。荒れ放題で隅に追いやられた感が出てとても良いです。シトロン島シーズン2の最後の飾り付けも間もなく始まります。10秒ほどで終わるので瞬きしている間に終わりますね。山にありそうな家具を置きます。これはおやつですね。最後の飾り付けは10秒で終わりました。遠目で見るとこんな感じ。どんどん街要素が消えて自然に返される感じになったかと思います。これでシトロンとシーズン2の島クリエイトは全て終了です。街の外れにポツンとたぬき商店のクリエイトはいかがだったでしょうか。島完成お疲れと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。